はい、こんにちは。今日はね、高爆式武装今後やっていきたいと思います。ね、前回の本編動画から2週間空いちゃってて、今少し前に行ったリゾート地の入り口あたりにいるんだよね。なんでここにいるかは、成り行きではあるんだけど具体的に何があったかはライブ配信の方でやってたので、興味のある方はそちらもご覧ください。ライブでは実際の作業とかで細かい操作とかもやってるので、本編にはない魅力もあったりするかも。とにかくここからしばらくあっちの方に行くと、この前送導機を作った場所があるんだけど、あそこまでまあまあ距離があるし、陸地には敵がいるんだよね。で、今バイクがあるので間をすり抜けることもできそうなんだけど、最近あんまし戦ってなかったし、久しぶりに武器を作ってみようかな。ということで行ってみましょう。で、どんなものが出来上がるかはサムネでご存知だと思うんだけど以前使ったファイルバンカーをベースにします。今手元にあるこれはあの後普通に殴り武器としてリファインしたやつなんだけど、こいつをいっぱい作る感じですね。で、しばらく前にも高爆式武装シリーズは2つ作ってって、あのセットで大抵の状況は攻略できるんだけど、あれらの材料であるレンガとタングステンの材料がこの辺には転がってないんだよね。なのでこの場所でゲットできるプラスチックと鉄で新しい武器を作ろうってな趣旨になってます。普通に遊んでたら粘土がゲットできない環境ってのも珍しいし、状況次第で選択肢が増えるに越したことはないですね。で、ファイルバンカーを作った時は指が壊れにくいように耐久度重視で太めの指をつけてたんだけど、今回はダメージ重視で刃物にしてます。これはもう壊れる前提で、その代わりいくつも腕がついてるので、壊れてない腕で攻撃するっていうコンセプトですね。ちなみに今回もオリジナル武装なんだけど、金剛っていう名前は仏教の金剛夜叉明王から取ってます。腕がいっぱいある神様は仏教にはいっぱいいるんだけど、名前が強そうだよねとかなんとか言ってる間に、よし、こんな感じかな。今回は可動部品が全くないようなソリッドな武装として作ってるんだけど、腕の取り付け角度をあえて不規則にすることで動きがあるかのようなデザインにしてます。ただ重さ的に普通に持てない重さなのは分かってるので、ホルスターに装着する用のベアリングをつけてます。これで持てるか？いい感じですね。よし、早速これで戦ってみましょう。いざで歩き出したはいいんだけど、下の腕が引っかかるなこれね、地面に落ちた
ビーム砲を潰すために地面スレスレにつけてるんだけど、よいしょ。よし、なんとか。で、今までの重装武器では困難だったドローン対策も上に腕をつけることで対応してるんだけど、なかなか簡単にとはいかないな。これはね、ドローンはしゃがんだ時にプレイヤーに合わせて高度を下げる習性を利用して、おりゃ、なんとかいけますね。よし、引き続きドローン基地に向かいましょうか。ちょっとね、さっきの戦闘中もそうなんだけど、周囲のいろんなものに当たりますね。そこそこの耐久性はあるとはいえ、当たりどころ次第では壊れるんだけど、まあ腕がもげるのも想定内なので、おりゃ、3万ダメージほど与えて一撃で壁をぶち壊しました。ただなんかうまく操作できないな。あ、ホルスターが外れとる。一発目でもげた腕が内側の部品に当たったみたいですね。ちょっとこれは一時退却かな。腕は十分残ってるんだけど、操作できないと話にならない。はい、とりあえず戻ってきたわけなんだけど、予備の材料は十分に確保してるので、おりゃ。で、ちょっとさっきの手応え的に腕の角度を調整してみようかな。部品を接合してるだけの単純設計なのと、腕1本あたりはギリギリ持てるくらいの重さなので、戦況に応じてカスタマイズができます。で、あとね、これホルスターの付け方も一工夫して、しゃがんだ状態でくっつけた方がいいんじゃないか。これでさっきより上に上がって操作しやすくなったかもしんない。よし、これでリベンジ。なかなかいい感じですね。2万とか1万とかのダメージを与えながら壁を粉々にしていってます。ただビーム砲がなかなか狙いにくいかもしんない。ちょっとね、あれは後で何とかするとして、壁は粉々に粉砕したので、ひとまず買ったことにしときましょう。よし、大きな破損はないみたいなんだけど、念のため作り直すとして、次はもうちょい先にある誘導ビーム型のドローン基地の相手をしてみましょうか。あれ、今まで新型って呼んでたけど、実装から2年以上経ってて新しくもなんともないのって、うちではタイプ2って呼びましょうかね。おっと、防御を固めるためにしゃがんだんだけど、重量バランスが悪くってひっくり返りましたね。とにかく、おりゃ、よし、よくわからないダメージを叩き出して一撃で破壊しましたね。ただちょっとダメージ食らいすぎたかもしんない。誘導ビームのことを考えたら、もっとガードを固めに作った方が良かったかもしんないんだけど、この辺はロマンと実用の境目を模索しながらデザインしてるので難しいところですね。
ガッチガチに無敵にするとその分戦闘の面白みが減るので、この辺は完全に好みの問題です。で、よく考えたら毎回さっきの場所に帰る必要もないので、以前潰した基地を中継地点にしましょうか。ここに電池を持ってくればいいんだけど、さすがに残りが少ないな。どのみちさっき潰したスポナーからエンジンを回収すれば火力発電ができるんだけど、ひとまずバイクから剥ぎ取りますか。で、正直この段階でビーム砲の相手をするのは難しいと思ってるんだけど、一応もっぺん行ってみましょう。やっぱむずいか。小さいものを狙いにくいのは大きい武器あるあるなので、後で考えますか。一旦ビーム砲の相手は諦めて、この先にもあるのであいつらを破壊しましょう。よし、よくわからないダメージで一撃で破壊しましたね。一発で複数ダメージが入りやすいのもあって3回くらい殴ると粉々にできます。この武装は壁破壊特化型として使うのが正しいかもしんない。思ったほど汎用的にはできなかったんだけど、基地をいくつも半壊させることができたので、これはこれで悪くはないかな。はい、いっぺん戻ってきて、あとはビーム砲をどうするかを考えてたんだけど、私はこいつの戦い方を十分に理解してなかったかもしんない。っていうのもね、ひとまず腕1本分の武器を用意したので、これで戦いながらお話ししましょう。この腕パーツは片手でギリギリ持てるくらいなんだけど、見ての通り両手武器として普通に使えます。防御面積がかなりあるので、アタッキングシールドの一種として使える感じですね。で、さっきはいっぺん帰還しちゃったんだけど、要は重量武器でありつつ中量武器をいくつも搭載したウェポンラックっていう側面もあるので、壁を崩したりスポナーを潰した後は少し離脱した後でパージして戦うっていうのがベストかもしんない。そんなこんなで基地2つ分を制圧できたので、この辺でまとめに入りましょうか。ということで高爆式武装今後やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。単純な殴り武器ではあるんだけど、驚異的な破壊力と実用に十分な防御力、あとは運用次第である程度の汎用性を持つような装備が出来上がりましたね。単純設計で腕の角度も戦況によって変えれるので、なかなかいい武器になったんじゃないでしょうか。で、エンジンが入手できて充電ができるようになったので、バイクも修理できました。あとはペアッと走っていくつもりだったんだけど、せっかく敵がまだいるのでもうちょい武器を作ってみようかな。ということで次回は自走
動式小型戦車やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺です。